よし、じゃあね、行きましょう。結局ね、現在の残金が3700円ぐらいですね。まだね、1300円ぐらいしか使ってません。なかなか在宅ですね。この微妙なタイミングでね、ちょっとお腹が空いてきましたね。今ね、2時半なんでね、何か食べてもいいんですけども、今食べたらね、多分また今度は晩ご飯食べれないっていうね、負のこのトライアングルに入りそうなんで、ね、我慢していきましょう。ゆっくり止まってね、ベルギーワッフルを出せるような場所がないですね。今ちょっと後ろ閉まってるんでね。はい、ベルギーワッフルなんとかね取ることができました。これね、3つ目ですね。あれ5個入りなんで、これをねかじりながらいきたいと思います。除雪車がね作業してくれてますね。ありがたいです。で多分ね、僕の勝手な予想なんですけども、この吉岡温泉さんね、こんな天気だったら多分利用されてる方は相当少ないと思うんでね、またしても貸し切り状態なんじゃないかと思うんで、ちょっとねワクワクしながら行きたいと思います。この辺は雪が深いですね。ちょっと思ってる以上にね雪が多いです。はい、ということでね、吉岡温泉さんの方にね着いたら3時15分でした。まあまあいい時間ですね。はい、ということでね、とりあえず荷物を準備してから行ってきたいと思います。行ってきます。だいぶね服を脱いで軽量化しました。これ入れましょう。500円。はい。撮影許可いただきました。鍵はね17番でした。お風呂がね向こうだと思うんでね、じゃあ行きましょう。岩の湯、木の湯、この先なんでね行ってきたいと思います。いいお湯でした。熱めのお湯でね、ぬるいお湯と熱いお湯があって両方とも熱かったです。でもね気持ちよかったです。アイスはね美味しそうですけどね、無駄遣いできないんで我慢します。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうも足元が悪い中ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。丁寧にありがとうございました。すごくねいいお風呂でした。よいしょ。はい、でね、車に戻ったらね4時10分ぐらいでした。ですんでね40分から50分ぐらいお風呂の方でゆっくりさせてもらったということになりますね。すごく気持ちよかったです。で今夜泊まる場所にね移動しようと思うんですけども、どこにしようか考えたんですけどもね、目の前に日本最大の池があるんで、ちょっとね前回ポケモンの時にもね利用させてもらったんですけども、こちらのね池沿いの方でね今晩はねキャッチワークをちょっとさせてもらおうと思います。でね、池まではね5分までは行けるんで、それはそれでいいんですけども、食材をね買わないと。今車に積んでるのって大根と卵と厚揚げとベルギーワッフルっていうねような格好なんで、まずは食材を買って、で買ってからこの辺にね移動して車中泊したいと思います。よし、じゃあね行きましょう。ということでね、S マートさんに到着です。僕ねこちらのお店大好きなんでね、ここでちょっと買い物をね楽しみたいと思います。よし、ちょっとね入れてきたいと思います。よし、いいのがね買いました。ちょっと車戻りましょう。よし、ということでねちょっとね買ってきました。ブリと日本酒ですね、合わせてね530円ぐらいでした。ですね、今530円使っちゃったんで、残りが2500円ぐらいですかねになりました。でね、ちょっとね大根とかを買ってるんでね、ちょっとこの辺の分にしました。はい、じゃあね、新鮮な食材たちがね手に入ったんで、早速ね今夜車中泊させてもらう場所までね移動したいと思います。
が見えない、道が見えない、全然見えないね。ということでね、到着ですね。よし。はい、到着です。すごい雪ですね。なんかあまり奥の方に行ったらね、脱出できない可能性がありますけども、まあ大丈夫でしょう。どこ止めましょうかね。ちょっと少しね、地図見ます。で、あっちにね、トイレがあるんですけどね、あっちに人がいるんでね、ここにつけさせてもらいましょうかね。はい、ということでね、こんな感じで止めました。ちょっと駐車場が広いんでね、こんな感じでね、止めさせていただきました。ですのでね、朝までね、ちょっとこちらの場所をね、使わせていただきたいと思います。じゃあね、車を持ってゆっくりしましょう。で、これはね、この分を使って、もうこれね、ぶり大根専用のぶりなんでね、シール貼られてませんけども、このぶりで、美味しいぶり大根をね、作りたいと思います。もう簡単な方法でね、作るつもりなんで、パパッとやっていきましょう。で、まずはね、昨日買った大根ですね。この分をね、じゃあもうまずはカットしていきましょう。で、ぶり大根なんですけども、このね、ぶりの大根のね、厚みを厚くしたら時間かかっちゃうんで、薄く切ってからたくさん作りましょうかね。で、今回はね、炊飯器で作ろうと思うんですけども、たくさん入れすぎたらね、なんか昨日のちょっとおでんの二の舞になったら困るんで、今日はちょっと気をつけてね、いきましょう。で、ちょっとね、皮を剥きます。このサイズに切っとけばね、皮剥きはすごい簡単でいいですね。はい、できました。これね、大きいんでね、もう半分に切りましょう。OK。で、あとは、炊飯器に入れるだけですね。パパッとね、入れていきましょう。まずは大根を並べて、また量が多すぎたような気がしますね。はい、これぐらいね、していきましょう。大根は3切れ入れました。で、この分にブリを投入します。どんどん入れましょう。ちょっとね、血がだいぶついてるんでね、ちょっと拭いて取ります。想像以上にね、ドリッピーな感じでした。これ意外と最初の処理がちょっとめんどくさいですね。あとは大丈夫ですかね。頭の肉ばっかりなんで。このね、秘宝ですね。だいぶ多いですね、これ。また。大丈夫かな。美味しそうな料理をね、作ろうと思ったら多くなっちゃうという格好ですね。はい、こんな感じで OK ですね。しっかり入りました。で、これにね、調味料入れていきましょう。で、調味料作りましょう。まずはね、みんな大好き、みりんですね。みりんを入れたらね、照りが出るんで、身がツヤツヤになって美味しくなります。甘さもいいしね。適当に。次、醤油ですね。これもね、30cc ぐらい。よし。で、あとね、匂い消しがいるんですけど、匂い消しがないんで、お酒で匂い消ししましょう。生姜とかないんで、そのために買ってきました。適当に。よし。で、あとはこれに水を入れるようなことですね。これぐらいでいいかな。で、これを入れると。ちょうどいいぐらいのね、水の量になりました。あとはこの分を蓋をして炊飯するだけですね。簡単です。はい。で、炊くのはね、こんな感じで炊きましょう。収納ボックスをね、蓋をひっくり返しておきました。これだったらね、こぼれても、この中にね、汁がこぼれるだけなんで大丈夫です。で、AC オン。今のバッテリーがね、70% ですね。しっかり回復してくれました。走行充電だけでからね、10% 回復しました。やりましたね。じゃあね、もうこれ煮込みなんで、煮込みでいきましょう。1時間30分もいらないんでね、一応1時間ぐらいでセットして、もうできたらね、食べればいいんで。よし。はい、調理開始です。70% からね、何%で料理完了するか、ちょっと楽しみですね。はい。でもどっちみちね、時間かかるんで、他の料理を作って待ってましょう。あ、ちなみにね、この切り身はね、ちょっと残して取っておきます。取って。はい。でね、このブリはね、ちょっと冷蔵庫に入れときましょう。この、今外でね、雪をちょっと持ってきたんで、こんな感じでちょっとつけてね、置いときましょう。これで OK なんで、天然の冷蔵庫です。ちょっとね、もうお腹がさすがに空いてるんでね、ちょっと先に一品作りましょう。傷んじゃってもいけないんでね、厚揚げをもう焼いて、素焼きにしてからね、ちょっとその分つまみながら、他の分も作りましょうかね。そうしましょう。これはもう簡単というか、もうただのおつまみなんでね、焼くだけです。これで OK。で、あとはこれに置いて、中火ぐらいでね、じっくりやっていきましょう。
やっぱし煙が出ますね。ちょっとかぶしておきましょうか。煙はね、外に逃げてってるんで大丈夫です。風があるんでね。よし、もういいでしょう。よっと OK ですね。パリパリのいい感じでいきました。焼き厚揚げですね。いただきましょう。いただきます。美味しい。一番簡単でね、美味しいやつですね。表面がパリパリになってね、美味しいです。ついでにね、あれちょっと冷やのまま飲むのちょっと辛いんでね、少し温めましょう。しばらく待ちましょう。で、大根でね、ちょっと一品料理が作りたいんで、こうやって不格好なんでね、揃えながら切りましょう。尻尾も使いましょう。こんな感じで、ね、切っていきましょう。日本酒できたみたいですね。止めましょう。どうでしょう。浄化になっちゃいました。熱々ですね。やりすぎました。少し冷ましましょう。よし。大根切れました。こっちはね、残しておきましょう。こんなたくさんね、食べれないんで、これはこれで OK ですね。で、お酒もね、割れたんで、ちょっと豆腐と一緒にね、いただきましょう。よし。じゃあね、ちょっと次の料理にね、取り掛かりましょう。次はね、大根の卵とじを作ります。なんか地味な料理だなと思うかもしれませんけどもね、めちゃくちゃ美味しいんで、そっちにしましょう。作り方は簡単でね、今の時期にぴったりなやつです。こんな感じでね、豆腐を置いておきましょう。みんなもうね、知ってると思うんですけども、くっつきにくいホイルは、このくすんだ色の方がツルツル面なんで、くっつかない面なんでね、こっちを上側にして使うようにしてください。フライパンにね、油を引いて、フライパンが温まったら大根投入。はい。次はね、調味料なんですけども、容器がないんでこれを使いましょう。いろいろね、入れたら美味しいんですけども、あんまり物が持ってきてないんで、みりんで醤油なんですけども、この醤油入れましょう。多すぎたんでね、醤油。ちょっとね、水分が思ったように出てきませんね。仕方がないんでね、お酒を少し加えましょう、こっちに。よいしょ、これ飲んでいいかな。はい。これをつける。本当はね、スライサーとかでから大根千切りにした方がやりやすいんですけども、今日ね、そんな便利なもの持ってきてないんでね、仕方がないです。はい、40分ぐらい経過しました。ちょっとね、中見てみましょう。相当ね、いい感じにグツグツなってますね。吹きこぼれてないんでね、ありがたいですね。よし、いい感じですね。だいたいね、1時間ぐらいかかるんで、あと20分はね、このままでちょっと放置したいと思います。次はね、大根が早く出来上がってほしいですね。はい、ちょっとね、今、甘さを確認したらね、パンチが足りなかったんでね、砂糖入れました。で、もちろんね、ぶり大根の方にも砂糖入れました。両方ともね、甘みがちょっと足りなかったです。みりん風調味料はね、甘いんですけども、この最初のね、ガツンとくる甘みがないんで、砂糖をね、加えて甘さ調節しました。で、どうだろう。よし、いいんじゃないですかね。じゃあね、だいたいこっちができてきたんで、最後のね、仕上げに行きましょう。最後にね、これに卵を落とします。軽く蓋をして、せーの。はい、いい感じですね。美味しそうなのでね、できました。大根の卵とじです。はい、これではね、いただきましょう。いただきます。日本酒にね、よく合う味ですね。甘いんで。足が寒いですね。こたつつけてないんで、こたつ入れます。はい、そうこうしたらね、料理終わりました。開けてみてみましょう。おー、いい感じじゃないですかね。相当ね、美味しそうにできてます。ちょっとね、ついてみましょう。大根が煮えてるかどうかなんですけどもね、一番気になるのは、お、箸が通りますね。なるほど。だいたい火が通ってるんでね、もうこんな感じでよしとしましょうかね。ちなみにね、料理1時間で 70% か 54% なんでね、16% でした。オンだったり止まったりを繰り返したんでね、消費電力少なかったようです。だから160ワットぐらいだったってことかな。すごい少ないですね。炊飯器はね、こういった料理ができるんで、すごい便利です。よし、じゃあね、いただきましょう。美味しそうなね、あらですね。いただきます。
うん。ちょっと味が薄かったかな、まだ。もうちょっとね、味を濃くしてもよかったかもしれません。でもね、めちゃくちゃ美味しいです。よく煮えてます。美味しいですね。じゃあね、ビールいただきましょう。持ってきたビールのね、2本目です。最高ですね。ぶり大根ね、最高ですね。頭の部分もね、身がプリプリでから美味しいです。炊飯器の料理ってね、焦げないようにできてるんで、大体誰がやってもね、同じように料理できます。で、思った以上にね、省電力なんで、車中泊向きだと思います。おでんは吹き覚えましたよね。ということでね、料理も出揃ったんで、もうゆっくりね、ビールでも飲みながら、したいと思います。今ご飯食べてるんですけども、車内の気温はね、3度ぐらいですね。すごい寒いです。で、このこたつもね、今入れてるんですけども、ふくらはぎのあたりが寒いんですよね。で、もうね、ちょっと仕方がないんでね、ストーブをつけましょう。この分ですね。網の上に乗っけてから使う分です。輻射熱でね、暖かくなるんで。でもね、この距離ちょっとやばいかな。このぐらい離して使いましょう。で、あとね、水もあるんで、この分でね、お湯作っておきましょう。安定は悪いんですけどね、まあ多分大丈夫でしょう。輻射熱をね、ちょっと見ながらやっていきましょう。とりあえずね、天井は大丈夫そうですね。ゆっくりしましょう。はい。ということでね、ゆっくり食べてね、終わりました。車内もね、だいぶ暖かくなりました。今の気温がね、8度ですね。3度からね、5度も上がりました。暖かくなりましたね。で、食事もね、もうすっかり食べきってから、こっちはね、もう具が残ってない状態です。で、フライパンの方に関してはね、ちょっと残っちゃいました。食べきれなかったんで、量がさすがに多かったんでね、これはまた明日の朝でも食べましょう。よし。ということでね、もう休もうと思うんですけども、ちょっと寝る前にね、軽くね、片付けだけしてきます。このね、煮こごりの汁はね、美味しいんですけどもね、ちょっと今回はね、量が多いんで。よし、OK ですね。きれいになりました。お湯で拭いたらね、やっぱりすぐきれいになりますね。余分な水分だけ拭き取っておけば OK です。よし。はい。これはね、またこれ飲むんで、持って帰りましょう。で、これはね、ちょっと蓋だけね、しておきましょう。こんな感じで、はい、OK ですね。ちなみにね、フライパン汚れてません。で、魚のアラとかはね、もうこのまま、こんな感じで、OK ですね。よし。ゴミはね、乾いてからするんで、もうひとまとめにしておきます。リもね、入れときましょう。よし。はい、こんな感じですね。2日分で結構ゴミ出ますね。やっぱり料理したらね、結構ゴミが出ます。で、ブリをね、いい感じですね。ちゃんと使ってるんでね。よし、じゃあこんな感じで OK ですかね。よし、行きましょう。街灯全部消えてますね。寒い。戻りましょう。よいしょ。はい、ということでね、車にね、戻ってきました。もうね、その準備もしたんでね、あとは寝るだけです。で、今日ね、使った金額なんですけども、あごかつ、お風呂、夕食代ですかね。で、合わせてね、だいたい1200円ぐらいかな。ですね、残金がね、2500円ぐらい残りました。で、このままいったらね、あと2日ぐらいは車中泊できるんですけども、こう、ケチケチ旅にね、なってきてるような気がするんですよね。僕的にはね、普通なお金の使い方してるつもりなんですけども、お金がね、あんまし減らないという、ちょっと逆にね、困った状況になってきてるんで、ですのでね、明日はちょっとどんどんね、思い切ってお金を使おうと思います。いいところにね、行ったりとかして、お金を使ってね、楽しもうと思いますんで、明日はね、今までとはちょっと違う、いい暮らしをするようなね、車中泊になると思います。ですのでね、皆さんね、期待しておいてください。で、今いる場所なんですけども、今はね、まだそこまで雪が降ってないんですけども、今からですね、明け方ぐらいから雪がどん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 降るような格好にね、なってますね。3ミリとか4ミリとか雪が降るんで、朝目が覚めたらね、この車はもう多分ね、雪に包まれてると思います。ですのでね、ちょっと楽しみですね。じゃあね、もう本当にね、寒いんで、ストーブ切ってね、もう30分以上経ってるんですけども、気温がね、また4度ぐらいに戻っちゃったんでね、寒いんで、とっととね、休みたいと思います。じゃあね、また明日。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。